今日は日本語の動画作りたいと思った。なんでっていうのは、気分でそう決めた。僕が日本が好き。大好き。みんな知ってると思う。でもなんで好きなの？これについて話したい。普通の多分日本語を使ってる YouTuber は丁寧に話してるんだけど、私はちょっと苦手だから、キャジュアルの日本語でいきます。何か日本語の間違いとかあったら、ぜひコメントに、言ってもいいですよ。全然怒らないし、普通にすごい勉強になると思う。だから、ぜひ何かあったら言ってください。まだ聞いてない人に日本語の勉強とか日本語の練習欲しかったら、下のディスクリプション、なんていうのかな。ディスクリプションに Discord サーバーのリンクがある。じゃあ、なんで私が日本が好き？小学生の時は日本人の友達がいた。このビデオのためにボブに呼ぼう。でも名前はボブじゃなかった。本当の名前言いたくないからボブにしよう。じゃあボブは日本人のハーフだった。ハーフはスイス人とハーフは日本人。それでいつも休憩の時はせんべいとか食べたり漫画読んだりすごいものよく覚えてるんだけど、いつも学校から出た時彼がすごい遊んだりとかしてたナルトとかの術とか練習したりそういうことなんだろうと思って、それで聞いたらすごく新しい世界に入っちゃったみたいな感じだった。全部漫画とかアニメとか、全部について教えてくれて、びっくりしたんだよね。あの時ポケモンだけ知ってたんです。いつもポケモンのゲームとかしてたんだけど、ナルトとか全然聞いてなかった。あの時はスイスにはいつも本屋とかに入ったら漫画は全然なかった。今は絶対ある。たくさん。ドイツ語か英語の漫画ある。iPad でアプリ見たら漫画のアプリがあったんだ。毎日何時間も漫画読んだ。本当にそれしか何もしなかった。あの時は漫画で文化にもすごく興味になった。だからすぐネットで文化について調べ始めてびっくりしたんだよね。こんなに違う生活があるんだと思った。だからローマンスの漫画とか少年青年とか少女全部読んだ。全部このタイプの漫画が違う文化を見せてる。多分いろんな生活を見たりいろんな人生の仕方を見たりして、それでめっちゃ興味になった。僕も日本にいたらどんな生活になると思ったんだ。あの時は多分13歳だったんだと思うんだけど、13歳で初めて日本語を勉強しようと思った。でも全然できなかった。多分みんな同じと思う。最初の今から勉強すると言ったら多分できないと思うんだよ。特に子供だったらね、ひらがなカタカナのカード作ったり、それですごい勉強した。でもひらがなだけで多分単語とか文法何も見なくてひらがなだけはあんまり手伝わないんですよね。何も読めないし話せないしだから諦めた。18歳になった時 YouTuber のアドベンチャーとか日本で冒険してる人を見たらすごく羨ましくなった。行きたいと思った。そういう冒険もしたいって思ったら行こうとなった。でも怖かったんですよ。一人で行ったし6ヶ月間だったんですよね。2017年だったんですよ。それで前には全然日本語を話せなかったし辛かったんだけど、よく聞くんだけどアニメは本当に日本じゃないっていう人多いと思う。でも似てる。すごく似てる。ラーメン屋とか全部の食べ物同じだよ。だからこういうことだけで幸せになった。道に歩いたら上には道の上お家から他のお家にいつも線があるんじゃん。電気の線、ああいう感じすごくたくさんあるじゃない。ここ写真があれば見せると思うけどすごい線がすごく
なんか好きな景色になったんですよ。普通の日本人が多分これ綺麗じゃないって言うんだけど、私がすごく綺麗に思う。私の思ったことの方が悪かった。本当の日本の経験の方がすごかった。だから誰かが日本に行くかどうか迷ってたら行ってください。これは私の日本なんで好きになったストーリーなんだけど、今からは日本を見たら何がこんなに特別とかについて話したい。僕はよく覚えてる。初めてレストラン行った時、またすごいびっくりさせた。入る時はいらっしゃいませとか言ったらびっくりするじゃない外国人として。普通はスイスで多分誰も何も言わない。サービスは有名ですよね。でも有名なのに僕がこんなにすごいサービスと思わなかった。だから吉野家だったんだけど本当に普通のレストランなんだよ。それで僕がレストランのサービスでびっくりした。すごく良かった。普通の食べ物なのに美味しいし、サービスすごいし、人優しいし何でも安いし、そこポーなんだった。あれは初めての日本の食事だった。自然はすごく綺麗。空気とか全部本当に癒しみたいな感じ。なんか全部の季節がいつも特別なことがあるんだから、いつでも行ったら何か特別なことを見つけられる。例えば秋だったら全部の色が変わるんでしょ。自然の色がだから本当に秋でも春でもいつでも行ったらすごく綺麗な自然とか景色があるんですよ。他のすごく綺麗な自然に合うことは、街のなんか古い建物とか新しい建物も全部すごく綺麗ですごく自然にも合う。だからいつも遠いところから景色を見たら日本でいつもなんでこんなに会えるのかなと思っちゃう。次のめっちゃ大きいポイントはコンビニ。コンビニはコンビニエンスストアのショートフォームみたいな感じ。それ本当に便利なんだけど、何でも見つけられるし、どこにもあるし、多分田舎に住んだら多分コンビニを見つけるためにちょっと歩かないといけないけど、絶対見つける。スイスには何か10時、夜の10時の後何か買いたかったらどこにも行けない。全部のショップとかモールとかスーパーとか全部が10時まで絶対閉まってしまう。でも日本でコンビニいつでも行ける。僕はよく10時から、例えば僕は日本に住んでる時にいつもコンビニに行く。1時とか2時の朝の時、それで太るのは確かなんだけど、すごく自由な感じが好き。他の好きなことは言語は素晴らしい。日本語は綺麗な言語で、すごくなんかすごく礼儀があったら、めっちゃ丁寧とか、こんな感じで、本当に伝えたいことをちゃんと伝えられる。日本語で。こんなにたくさん言い方があるんだから、絶対正しい言い方を見つけられる。正しいっていうか、合ってる言い方を見つけられると思う。でも私の一番好きなことは、懐かしい雰囲気。日本にいる時にすごく雰囲気で僕がすごく幸せになる。本当に全部の今言ったことをコンビネーションにしたら私が好きな雰囲気になる。本当にいつもあそこにいる時にここに住みたいなと思ってしまうとか、こういうことが多いし、すごく懐かしい。子供の時いつも日本の文化とかについて調べたり、たくさん漫画読んだりアニメ見たり、こういうことで本当に興味がいつも増えたんでしょ。でも本当にそうかどうか知らなかった。でも行った時本当に似てたのはめっちゃ嬉しくて、今も行く時ちょっとびっくりする。だから懐かしいことすごく多い。こういう懐かしい考えでとか、それで懐かしい感じで、いつも本当に毎日が幸せになれる感じがする。だから日本と日本語が好きです。ちょっといつもよりちょっとおかしいビデオだったんだけど、見てくれてありがとうございます。何か伝えたいことがあったらコメントにしてください。コメントにしたくなかったら Discord と Twitter でも大丈夫です。
こういうビデオ好きだったら、なんか絶対いいねとかプレスしてください。僕か、このチャンネルか、こういうお話好きだったら、ぜひ登録してください。全部の言いたいことを言えたから、また今度。